のセッション行ってみたいけど自分の演奏で恥かいたり周りに迷惑かけたりするの怖いでいけせんがねと、皆さんそう思ってませんか？実はセッションでお部屋さんと一緒に演奏できて楽しかったがねと思われるかどうかは、技術以前にある掟を知ってるかどうかで決まります。今日は教則本には書いていない現場のリアルな生存方法を5つ紹介していきます。1つ目、アンプの設定、命運を分けるある秘密。2つ目、ソロの鉄則、嫌われる人が共通して守れないあれ。3、伴奏の極意、あれをするしないで場に馴染むか馴染まないか。4、現場の真実、あなたを救うあれ。5、生存の条件、技術よりもあれと思われる。とりあえずこの5つを中心に話していきたいと思います。全部大事なんですけど、個人的にはですね、1番のアンプの、ギタリストとしてね、アンプの使い方と、3番はね意外とね盲点なんですよ。ジャズギターの深淵へ。ニューヨークで体験した旋律のジャズ。初心者から簡単にウエスやパーカーのジャズを体験しよう。極上のフレーズとビバップの真髄を知るチャンス。LINE 登録で譜面配布まるぞ。動画見放題6キュッパ。個別 LINE 指導1、2パ。予約受付中。君のギターが今生まれ変わる。ジャズで生活の彩りを、どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダゲです。そういうことで今日はセッション行っても怖ないある起きてやっていきましょう。ジャズのセッション怖いイメージ皆さんあると思います。実際そういうお店もあると思いますが、正直言うとねいろんな、レベルによってね分かれてたりするので、最初の場合はね無理して難しいところ行かないでそういうところ狙っていくっていうのがねすごい得策です。なぜかというと、まず前提としてセッションっていうのは基本的にその場で皆さんとアンサンブルをするところなんです。ここがまず慣れてないんですね。まずそういう経験を積む。それプラスアドリブがあるセッションの場合はその上で自分のアドリブどうやって弾くか、アンサンブルの中でどうやって自分を出すかっていうところの2つの技術が実は必要になってきます。なのでそういう目線でまず慣れるっていうのがすごい大事です。そういうところでもこれから言う5つの掟を知っているだけでもだいぶ居心地が良くなってきます。そこが慣れたらアドリブっていうのはね、おまけみたいなもんなので、なので最初は即興でのアンサンブルになれるっていうところを押さえておきましょう。では掟1、アンプの設定、命運を分ける8割の秘密。これはね、僕のチャンネル見てる人は多分ほとんどギタリストだと思うんですけども、ギターの場合って生音で鳴らせないよね、サックスと違ってね。アンプにつながないといけない。ここが一番難しい。アンプもお店によって全然違ったりするね。なのでまず一番大事なのが音量。最初はねセッション慣れてない時ってねやっぱり緊張してピッキングが強くなったりね、気づいたら爆音になりがちなんですよ。でその中で曲のね構成考えてバッキングどうするんだ、アドリブどうするんだ、で弾いてたら音量がとかねあるでしょ。とりあえず考えなくていいものはもう先にパッと終わらせてしまう。無駄なことは考えない、これに限ります。でここで僕が継承しているのが8割ルールです。なんだ8割ルールって、2発そばかねと違うがねと。でまずアンプの音量、もうその場でちょうどいいなっていうところより気持ちちょっと大きめにしときます。でここがミソです。あとは手元で変えていきます。これをね8、ここが8割なんですね。はい、ちょっとちっちゃめに聞こえるように、ちっちゃめというかねしとくと、そうするとね全体で聞いてちょうどいいぐらいになる可能性が高い。でそれでもちっちゃければマックスにしちゃうね。だいたい僕8割ぐらいにして、アドリブの時に足りないなと思ったら上げる。で大きいなと思ったらこれを8割を基準にちょっと絞っていくっていうところにしておきます。アンプになるべく近づかない。それだけでも無駄な動作が減って焦りが減ります。おっと思ってまたアンプいってこういじったりするともう焦るので、もうそれはなくしましょう。ボリュームここ8割にして手元である程度上下コントロールできるようにしとく。であと EQ ですね。これはねアンプによって分かんないので無難にね全部フラットにしとく。でなんとなく僕は経験があるのでベースをとかトリブルとかねミドルとかをちょっとフラットからいじったりするんですけども、基本フラットにするか、あとこうねちょっとだけ絞っとく。やっぱりキンキンするのって嫌われるのでそれをなるべくなくす。これもね僕あとはトーンで絞ってます。基本的にねいつも最近8割ぐらいにトーンしてるんですよ。もともとね
で優しい音にしてあげる。でやりすぎるとアタックがなくなるので、そこはねとりあえず8割ぐらいに設定しといて、もうセッションなんでそれはあとは忘れてやりましょう。これだけでも演奏中に余計なこと考えなくていいのでだいぶ楽になりますよ、気の持ちようが。では次、掟にソロの鉄則。嫌われる人が共通して守れない弾き際。これね意外と大事で、ソロの長さなんですよ。セッションで最も嫌われるのは終わりが分からずダラダラ弾き続ける人です。長い演奏は要点がまとまらない無駄話と同じと思っていただければと思います。これでも難しいんですよ。基本的にギターのアドリブの番って管楽器、音が高いものからやってって、管楽器がいたらトランペット、サックス云々があって、次大体ギターで、その次ピアノとかになることが多いんですね。暗黙の了解なんですけども、なので前の人たちを聞いててどれぐらいの長さやってるかまず聞きましょう。でね、大体平均的にブルース、ジャズブルースの場合は 3,4 回し、スタンダード大体2回し、長いスタンダードだと1回しで、バラードだと1回しまたは半分って感じだね。もっと弾きたいと思うところで潔く弾く、この短縮の美学があるだけで実は現場でできる人だと思われる可能性が上がります。なので基本こういう感じで僕はやってた、前の人がどんだけやってるかっていうところですね。でやっぱりダラダラ弾くのってただ自分が気持ちよくなってるだけでアンサンブルになってないんですよ。ソロを長く弾く技術ってやっぱり難しいですよ。噺家さんみたいに長くね飽きないように構成考えてここで盛り上げてとかねいうところも考えないといけないので、もうそういうのはなくして、最初はそういうの難しいので習ったフレーズとかねいろんなのがあると思いますが、それをなるべくこの、普通のスタンダードだったら2回し、ブルースとかだったら 3,4 回しとかね、にまとめれるようにする。でこのまとめるっていうのもねなかなか難しいので、普段の練習からそういう意識を持って取り組むとよりアドリブがね濃密になってきますのでね、おすすめなんですよ。であとはね、アドリブ終わったぞっていうね分かりやすいフレーズを最後弾いてバトンを渡したりするのは大事ですね。例えばみたいな感じで終わってあげたり、とかでもいいね。でもいい、分かりやすいのね、普段のアドリブの練習からね意識してあげる。では次、掟3、伴奏の極意。音を出さずに場を支配する方法やっていきましょう。ギターは伴奏が9割です。でも特にピアノがいるときは難しいことを考えなくていいです。ステージの上に上がって演奏していると何かやってないといけないという意識があると思いますが、実は極論ですけども弾かないというバッキングの選択もあります。この時に大事なのが、不安があってこうチラチラ見てたりすると、あいつなんか迷ってるなと思われるので、一生懸命というかね、そのアンサンブルを楽しんで聴いてる、ね、アドリブこうやってるんだってやってると耳も育ってきますので、その環境にも慣れてきますので、堂々と私は弾かないというバッキングをしてるんですよという演技をというかね態度をするっていうのがすごい大事です。クラシックでも弾かないっていう演奏があったじゃないですか。あるんですよ。あった気がするあれなんですけど、そういう感覚ですよ。なので弾かないっていうのはサボってるっていうのではございません。アンサンブルを聴いた上で僕はこう選択してるんだっていう立派な演奏行為です。こういう引き算ができるギタリスト、意外とねフロントから重宝されます。アンサンブルで一番邪魔なのは、何かしなきゃと思ってやってる行為が実は邪魔になってたりすることなのですね。でも分かります。何かしたい気持ちは分かります。そういう時は音をねほぼ聞こえなくして生音でもいいんですよとバッキングする。誰のためにしてるか、お客さんに聞かせるためじゃなくて、ベースやドラムの人にこういう感じで刻んでますよっていうのをお知らせしてあげる。リズムを安定させてあげるっていうところですね。であとは曲の頭のとこに決めてあげると。
れだけでもいいですとかね、ワンツースリーツーフォーツーツースリーとか、こういう合いの手というかね、合図という感じで捉えてあげる。なのでピアノがいる場合は、僕はなんかどっちかっていうと音があるリズム楽器ぐらいの感じでやってると、ここですよって教えてあげる。コードを鳴らすというよりもね、オクターブでも全然いいですね、でもいいしね、でもいい。これだけでもいい。で、やりすぎないっていうのが大事。アドリブしている人がちょっと間が空いた時に、行きますよ、次盛り上がってくださいねみたいな感じでね、やって支えてあげるぐらいの気持ちでやると、意外と音を出さないっていう選択肢があるっていうことを知らない方が多いので、なのでこういうのを知っておくだけでもセッションね、邪魔しない、アンサンブルを壊さない、いい子だっていう感じでレッテルなんていうのね、みんなに信頼されます。で、次は起きて4、現場の真実。必死なあなたを救うベテランの視線。演奏中自分の音が小さいかもしれんと気になって、もうパニックになるかもしれない。でもこういう時ね、必死な時にね、自分を客観視するのでどれらい難しいです。で、ここで一つの真実を伝えます。あなたが必死な時、大体のベテランの人はね、そういうのを察してくれます。勝手に周りの音量を下げたり、リズムをね合わせたりっていうのをねやってくれることが多いです。多いですなので、みんなそうじゃないっていうところはミソなんですけど、これはね運次第なんですね。だけどもね、大体そういう人が多いです。なぜかっていうと、ドラムとかベースとか、ベテランの人はね、アドリブの人がね何やってるか自分も聞きたいんですよ。で、その上でアンサンブルバッキングしたりね、コントロールしたりしたいっていうのがあるので、そういう人は大体下げてくれます。だけどもセッションって誰が来るかわからんし、誰と一緒にやるかわからない、そこが楽しいところだったりするんですけども、で、あと観客見てください。ベテランのプレイヤーの人ってね、意外とこう教えてくれます。例えばバースあるでしょ、楽器8小節やって、ドラム8小節やってって、橋渡しの時ね、そういう時にとやってたりします。なのでそういうね、意外とヒントが散らばってることが多いので、ぜひいろんなね人を信頼してやってみてください。なので余計な心配はもう捨てて、ベテランの人に全部任せて、なかったらよろしくねという感じでやって、今の自分のベストの演奏に集中してください。楽器が上手な人であればあるほど意外と優しいです。では次、起きて5、生存の条件。技術よりもまた呼びたいと思われる理由で、最後に結局何が生存率を上げるか。実はね、それ技術の高さよりももっと大事なことがあって、謙虚さとかコミュニケーションですね。で、ステージ上がる時の挨拶、よろしくお願いしますとかね、こういうちょっとしたこと、周りへのリスペクトですね。これがね一番の防弾チョッキになります。正直言うとね、上手くてもぶっきらぼうだったりする人よりも、一緒にやってて気持ちいいな、楽しいなってねいう人ってやっぱり演奏したいんですよ。もちろん上達したい、上手になりたいね、上手いっていうことは別に悪いことじゃないです。みんな向上心があって、そこに目指してやってるわけで、ジャズ始めたてであればあるほど、もう周りにどんどん聞いちゃった方がいいと思います。選べる人はいるんですけども、そういうのもね言わせといて、この子は俺の言うこと何でも聞いてくれるみたいなねいう感じにしといて、自分の手の中で転がすような感じで、そういう人もうまく味方につけたりすると、すごい居心地が良くなります。で、言いたがりな人もちろんいますけども、間違ったこと言うこともありますが、いいこと言うこともありますので、それをね話を選別して、そうなんですねという感じで聞いておいたりするのも、やっぱりね長い間やってたり聞いてたりする人の貴重な意見ですので、参考になることはあると思います。自分の演奏どうでしたか、音大きかったですかとか、邪魔でしたかとか、それだけでもね最初のうちはねいっぱいコミュニケーションとしていろいろ聞いていくのはすごい大事ですね。相手も人間ですので、最初のね気持ちっていうのは分かる方が大勢だと思いますのでね。で、それでもなんか本当に変な雰囲気なセッションあるので、それはもう次は行かない、もうそれに限ります。やっぱり対人なので、相手のことはコントロールできないので、やっぱり自分が気持ちよくできるところを探すっていうのはやっぱり大事ですね。ということで、こういう振る舞いだけ整えばセッションの半分はもう成功です。いざソロが回ってきた時に、具体的に何を弾けばいいんだ、
これはまた別問題ですよね。実は定番のスタンダードの曲たくさんありますよね。これをたった一つの地図で乗り切る方法もあります。次の動画ではその具体的な方法をやっていきましょう。今日の動画を見てくださった方でジャズのアドリブね、もっと興味があるよって方がおりましたら、レイ大家ジャズギターラボ、ね、オンラインレッスン講座っていうのがありますので、これを公開する時にはどうか分かりませんが、半額キャンペーン中、スタンダードの方はですね半額でやっております。でプレミアムの方はですね、あと5名応募であと4名なっております。なので興味がある方はぜひなるべく早めにご応募していただければと思います。この半額期間も、しばらくしたらなくなると思いますので、ぜひ皆様ジャズ、ね、勉強したいからこのラボもう私の力作でございまして、初心者の方からもう、ね、幅広い、ね、だいぶやられてる方全ての人が学べる、無駄なく時短でできるように設計しておりますので、ぜひともジャズの向上にご活躍ください。ということで今日の動画は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメント欄なんか書き込んでいただければ大変励みになります。で特に何とも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄にチューペットとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ニューヨークもねだいぶ夏日になってきました。今日はね90度 F なので、30度近い気温になってるんじゃないかなと思います。30度 C ね、分かんないんだよそこはね。でもどれらい暑いです。夏日ですなんて言っておりますが、Facebook や Twitter、Instagram などですね、どれらい低ヒートで、更新しておりますので、そちらの方ぜひフォローしていただきつつ、お皆さんはよなんか書きやとコメント欄で私レイダー今日ちょっといじってみてはいかがでしょうか。ということで皆様日頃からいつも温かい応援大変ありがとうございます。で私レイダー家のねジャズギタートリオ、まだお手元にない方はぜひともディスクユニオンからご購入していただければと思います。で最後にですねスーパーサンクスなどをしていただけると私レイダー家のテンションが爆上がりしていきますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。